皆さんこんにちは。M1 チップを搭載したモデルと M1 プロチップを搭載したモデルって価格に結構差がありますよね。どちらを買うか悩んでいる方もいると思います。僕は M1 Pro を搭載した MacBook Pro を数日使ってきて M1 を搭載した Mac mini との違いがいくつか見えてきました。今回は M1 Mac mini と M1 Pro MacBook Pro を使って感じた M1 と M1 Pro の違いについて話します。先に結論を言うと大きな違いは感じないんですけれども、細かい部分で差が出てくるという印象です。話の流れとしては、まず比較するスペックについて説明します。その後にどんな部分で差を感じたのかを話していきたいと思います。一つ補足なんですが、ベンチマークスコアに関してはすでに多数の記事や動画が出ているので、今回は省略します。あくまで体感でどのぐらい差を感じるかを中心に話していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、ではまず前提として比較するスペックについて話したいと思います。M1 Mac mini は8 Core CPU、8 Core GPU、16 Core ニューラルエンジンを搭載した Apple M1 チップ、16GB ユニファイドメモリ、1TB SSD ストレージです。一方 M1 Pro MacBook Pro は8 Core CPU、14 Core GPU、16 Core ニューラルエンジン搭載の Apple M1 Pro チップ、16GB ユニファイドメモリ、1TB SSD ストレージです。M1 Mac mini のチップはカスタマイズできないので、いわゆる吊るしモデルです。M1 Pro MacBook Pro のチップもカスタマイズをしていないので、こちらも吊るしモデルです。メモリとストレージに関しては M1 Mac mini と M1 Pro MacBook Pro は同じものを選んでいます。なので M1 Pro になったことによる変更点は GPU のみとなります。そもそもなんで M1 Pro MacBook Pro をこの構成にしたかというと、性能面に関して基本的には M1 Mac mini で快適に使えていたことと、一方でですね、若干スペックが足りないのかなと感じたことがあったからです。スペックが足りないというのは、例えば編集するときに Final Cut Pro が何度か落ちてしまったり、画面がカクつくことがありました。重い作業も基本的にはサクサクこなせるけど、限界がありそうという感覚だったので、GPU を若干強化した感じです。では、本題の M1 と M1 Pro の違いについて話していきたいと思います。まずは性能についてです。編集作業における比較なんですけれども、書き出しの速度については GPU によって違いが出ています。約7分くらいのフル HD 動画を書き出してみたんですが、M1 Pro MacBook Pro は約5分で書き出し完了してます。一方で M1 Mac mini は約6分半かかりました。より尺の長い動画や高画質の動画であれば、もっと違いが出るかもしれません。また通常の編集でも滑らかにプレビューやスキマが動くので、編集の快適さが上がって満足度が高いです。ただ、それが GPU 強化の影響なのか、M1 Pro MacBook Pro のプロモーションのおかげなのか、どちらの影響が大きいのか正直判断が難しいです。なので GPU を強化して快適になったと言い切るのは難しいと思いました。個人的には若干の差ではあるものの、M1 よりもさらに編集作業が快適になるので、M1 Pro のためにお金を払うのはありだと思っています。次に発熱についてです。M1 Mac mini はいくら編集したり書き出しをしても本体が熱くなることはないですし、ファンが回ったこともないです。ただ逆にですね、M1 Pro MacBook Pro は編集といった重い作業だけではなくて、ネットサーフィンしてるだけでも暖かくなってきますね。ただ編集している時を含めてファンが回ることはないです。あれ M1 って確か熱くならないことも評価点だった気がするけど、 M1 Pro MacBook Pro は違うのとは思いましたね。一応補足なんですが、 Mac mini はデスクトップタイプなので MacBook と比較すると排熱に優れた筐体であるという前提はあります。ただ M1 MacBook Air は重い作業をしても熱くならないというレビューが多数あるので、これは M1 と M1 Pro との差として挙げていいんじゃないかなと思っています。またもう一点補足なんですけれども、 M1 Pro MacBook Pro はあったかくなる程度で熱いと感じるほどではないです。私はインテルチップ搭載の MacBook Pro を使ったこともあるんですけれども、あれは重い作業をし始めるとファンがすごい勢いで回り始めて、本体もすごく熱くなってしまうんですね。それと比較すると M1 Pro MacBook Pro ははるかに熱が抑えられていて快適です。次にバッテリー持ちについてです。僕が持っているのは M1 Mac mini なので、バッテリー持ちについて比較することはできないんですけれども、M1 Pro MacBook Pro はバッテリー持ちが悪いという評価を見たので、そちらについて自分の感想を話していきたいと思います。結論から言うと、バッテリーは十分持つレベルだと思いました。さすがに動画の書き出しだとバッテリーの減りは激しくなりますが、編集作業なら消耗が早いという感覚はないです。YouTube を見る程度であれば、さらにバッテリーの減りは遅くなるので、バッテリーに対して不満を持つことはおそらくないと思います。
インテル版の Mac と比較すると驚くほどバッテリーが持つので、こちらについては M1 を選んでも M1 Pro を選んでも満足度の高い要素になりそうです。はい、今日は M1 と M1 Pro の違いについて僕が感じたことを話してきました。M1 と M1 Pro の差がそれほどないというのは、逆に M1 ってすごいじゃんと改めて思いましたね。コスパを求めたい方については重い作業も可能な M1 を選んで問題ないと思います。一方で重い作業をさらに快適にしたい方であれば、吊るしモデルでも細かな点で違いが出てくるので M1 Pro をおすすめしたいです。今日の動画は以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。